はい、皆様こんにちは。法華経の話第79回です。今回は妙音菩薩本第24についてお話をしていきます。妙音菩薩本第24、妙法蓮華経妙音菩薩本第24です。歌談で見ますと、妙法蓮華経の本文、流通文の付属流通のケタ流通、ここから下に下がって、ここですね。妙音菩薩本第24になります。妙音菩薩、絶えなる音、どうも音に関係しそうな菩薩様ではないかなと感じます。今回は割と登場してくる仏様や菩薩様が多いので、そのあたりを少し意識してお話をしていきたいと思っています。では早速本文を見ていきましょう。まず冒頭、釈尊は眉間の白毫から光を放ち、東方世界を映し出します。眉間の白毫、こんな感じでしたね。ここから光を放ちまして、東方の世界を映し出すんです。この白毫は仏様の眉間にある正常で柔軟な白い巻毛のことでした。で、この東方の国に上家宿王地仏という仏様がいらっしゃったと冒頭で示されるんですね。釈尊がまず眉間の白毫から光を放って東方世界を映し出す。その東方世界には上家宿王地仏という仏様がいらっしゃったと示されるんです。で、ここでこの仏様がいかに素晴らしい仏様であるかを説明する十号という表現が出てきます。実はこの法華経の話の第30回のところで、十号はまた別の機会にお話ししますと述べていたんですが、十号というとても優れた力を持った仏様でした。十号は改めて次回以降でお話をしたいと思います。いつの間にか説明が先送りになってしまいまして、第79回にもなってしまいました。実際に法華経を拝読していただくと、よくお分かりいただけると思いますが、この十号というのが何度も何度も出てまいります。大変遅くなってしまったのですが、ここで改めて十号について説明をさせていただきます。十号は仏様に対する10種類の称号のことでございまして、この十号の中には皆様がよく聞いたことがある仏様を称える言葉も出てまいります。まず1番目ですね。如来です。如来は修行を完成した人、理想的な人格というような意味になります。で、この如来はもともとタターガタという言葉の漢訳だそうで、完成された人という意味があるそうなんですね。で、これをなぜ如来と訳すかは、これ種々説があるようです。タタが如、つまり真理を表し、ガタが行くとか来るとか、そういう解釈があるそうなんですね。ですから、真理より来たる人、真理に至る人というニュアンスで如来と訳されたようなんです。この如来は日本の仏教では割と親しみのある仏様を称える言葉でして、大日如来とか阿弥陀如来とか薬師如来とか、そういった形で皆様よくご存知の言葉かなというふうに思います。続いて王具ですね。王具は王寿供養の意味になりまして、供養尊敬されるのにふさわしい人という意味になります。つまり仏様だからこそ供養される存在であるという意味になるんですね。日本では亡くなった人を仏様になられたと捉えますので、亡くなった人を弔うことを供養するというような表現をします。本来は仏様こそ供養に値する存在、また供養を受けるべき存在であると考えるんですね。3番目は正遍知です。正しく真理を悟った人、正しくあまねく知り得た人という、そういう意味ですね。4番目は妙行則です。妙が知恵にあたりまして、行が実践になるんですけども、知恵と実践を具足した人、知恵に傾いたり実践に傾くだけではなくて、両方をバランスよく具足している人ということがこの妙行則になります。とても大事なことだと思いますね。知恵ばっかりを溜め込んで何も行わなければ机上の空論になってしまいますし、行ばかりが優先されてしまうと根拠のない行いばかりをしてしまうことになります。妙と行がバランスよく備わっているということは非常に重要なことだと思います。5番目が善税です。迷いの世界をよく脱却した人という意味です。良いところに行くということですから、
迷いの世界を去ることができた人という意味になるんですね。6番目は世間下と言います。世間下は世間のことをよく知り尽くした人という意味なんですね。ここが仏教の面白いところだなと思います。以前にも仏法は世間の中にあるとこの法華経の中で説かれておりましたが、仏様はよく世間のことも知り尽くしているというわけですね。浮世離れしたところに仏様も仏教もないということなんでしょうか。7番目は無常死です。この上なく優れている人と、上がないですから、それ以上上がないということですから、最高位ということで素晴らしい人、優れている人という意味になります。8番目は上護上夫です。馬を調練するように主情をよく調伏、制御する人という意味なんですね。自らが深く悟るだけでなく、人をよく導くことができる人という意味です。この上というのは整えるですね。というのは仏教で非常に大事な考え方だと教えてもらったこともあります。仏様は自分の中で悟るだけではなく、人々をよく導くことができるという、そういう人だということです。9番目は天人師です。天上の神々と人の師匠たる人、人の師になれる人、諸天前人や人々の師匠となれる人という意味です。そして10番目が仏世尊です。仏とは目覚めた人の意味で、世尊とは世のあらゆる人々から尊敬される人という意味になります。世間から尊ばれる人という意味になるんですね。こちらもやはり世間に近いところにあるというところが大事なこととして示されていると思います。この世尊は釈迦牟尼世尊ですね。その略称が釈尊でございますが、釈迦牟尼世尊というところで出てまいります。ということで、こうやって10の表現で仏様を称えます。実際に上下宿王地仏は如来であり、王具であり、小変地、妙行則、禅税、世間下、無常死、上護上夫、天人師、仏世尊であるというような形で、仏様を修飾する言葉として、この10の表現が出てまいります。よく映画などで昔の王様などを説明するときに、〇〇の〇〇である、よく世を整え、賢き統治者である〇〇王というような、そういうような表現が出てきますが、こうやってその人がいかなる存在であるかを称えるというのは古今東西同じような形をとるのかもしれません。仏教の経典では15以外にも様々な表現がなされます。ついつい読み飛ばしがちなんですが、そういう表現を細かく見ていくと仏教の考え方が見えてきてとても面白いわけです。なのに説明をするのにだいぶ遅くなってしまいました。大変申し訳ございません。さて、上下宿王地仏という仏様が東方世界にいたと釈尊は示されました。でそこに一人の菩薩がおられたと。名前を妙音という、そうです。妙音菩薩ですね。この菩薩は長い修行期間を経て大変立派な悟りを得ていたと。上下宿王地仏という仏様が東方世界にいた。そこに一人の菩薩がいた。それがこの妙音菩薩であるというんですね。でこの菩薩は長い修行期間を経て大変立派な悟りを得ていたと示されます。それがいくつも三昧という境地を得ていたと説かれるんです。様々な三昧が示されるんですね。三昧は心を一つにして乱れない状態のことを言いまして、こういう三昧にいくつも種類がある。そのたくさんの三昧を得ている菩薩様であると示されます。でこの妙音菩薩が先ほどの上下宿王地仏に申し上げるんです。我はまさに娑婆世界に応継して釈迦牟尼仏を礼拝し、真言し、供養しと。私、これ妙音菩薩ですね。自分は娑婆世界に行って釈迦牟尼仏を礼拝し、真言し、供養し、奉りて、そして文殊師利菩薩や薬王菩薩、湯勢菩薩、宿王家菩薩、上行位菩薩、正言能菩薩、薬上菩薩を拝見したいと思いますと。自分は今から娑婆世界に行って釈尊を供養し、そして仲間の菩薩たちに会いたいと上下宿王地仏に申し上げるんですね。で、これに対して上下宿王地仏は次のように答えます。そなたはかの国、娑婆世界のことですね。娑婆世界を見て、軽蔑したり下劣であると思ってはいけないぞと言うんです。かの娑婆世界、かの国、娑婆世界は凸凹や高低があって平坦ではなく、石や多くの山、
汚れや悪が満ち溢れていると、こう上下宿法地仏はおっしゃるんですね。そしてさらに次のようにも示されます。仏心は非常にして、諸々の菩薩衆もその形、また小なり。仏の体は大変に小さく、多くの菩薩たちもまた小さくて、威徳がない。こうおっしゃるんですね。シャバ世界の仏様や菩薩様たちは体が小さくて徳がないと上下宿法地仏はおっしゃるんです。いやそんなことはないよと、シャバ世界の仏様たちだって大変立派だぞとこう言いたくなってしまいますが、これは別にシャバ世界の仏様たちが大したことがないとこう上下宿法地仏は言いたいわけではないんですね。シャバ世界の仏様たちは愚鈍である私たちに合わせてくれているので、東方世界の仏様たちよりも身を小さくしてくれているとこう示すわけです。明王菩薩たちは42,000由順も身長があると説かれているんですけども、由順は 10km ちょっとですから、なんと40万キロくらい身長があるようなんですね。でそんなに大きな仏様だと私たちは会話ができませんね。私たちがこんなぐらいで、仏様がこんなぐらいだったら会話もできないわけです。ですから仏様たちは私たちに合わせて体を小さくしている。また私たちが驚かないように徳を自分の中に収めてしまっているということになるんですね。それを明王菩薩が見て、なんだこの仏様は小さいなと思っちゃいけないので、上下宿法地仏は先に忠告をしてくれているわけです。それにしても仏様たちは私たちを導くために私たちの身長にも合わせてくれていると。私たちの姿にも合わせてくれているということは大変ありがたいことだなと思います。明王菩薩ももちろんこれらのことを了解していて、一旦瞑想に入ります。そしてこの瞑想の力を持って領受線ですね。今釈尊がこの法華経を説法している領受線に8万四千の蓮華を出現させます。大変美しい光景ですね。でこの光景を見てシャバ世界にいる文殊師利菩薩が釈尊に質問をします。このめでたい兆しは、明王菩薩が神通力を使って示してくれたその兆しですね。めでたい兆しはどのような理由があって現れたのでしょうか。すると釈尊は、明王菩薩という菩薩が東方の世界、東の方の世界より8万四千の菩薩たちと共にシャバ世界にやってきて、私を供養し、真言し、礼拝しようと願い、また法華経を供養し、弔問したいと願っているのだと答えられるんですね。すると文殊師利菩薩は重ねて問います。では明王菩薩はどのようにしてこの偉大な神通力を得たのでしょうか。私もぜひ明王菩薩に会ってみたいと思いますと、こう申し上げます。すると釈尊は、よろしい。では他方如来が神通力を示してくれようと答えられます。すると他方等の中にいらっしゃった他方仏が明王菩薩に、善男子来たれ、文殊師利法王子が汝の身を見んと欲すと呼びかけるんですね。明王菩薩よ、こちらに来なさい。文殊師利菩薩があなたに会いたいと言っているぞとこう声かけるわけです。そこで明王菩薩は8万四千の菩薩たちを引き連れて各地を唱音しながら素晴らしい音楽や太鼓を鳴らしてシャバ世界にやってきます。ジャーンジャーンとかドーンドーンとか言いながらでしょうかね。音楽や太鼓を鳴らしながらわーっとシャバ世界にやってくるわけです。さすが大なる音を表す菩薩様ですね。皆の前に現れた明王菩薩は、たとえ百千万の月を和合せりとも、その面妙端正なること、またこれに過ぎんやと。たとえ百千万もの月をすべて合わせたとしても、その端正な顔つきにはとても比べ物にはなりません。というくらい美しいお顔をされていたようです。皆うっとりしたことでしょうね。この明王菩薩はシャバ世界に到着すると早速、釈尊に美しい宝をお供えし、そして釈尊に次のように申し上げます。釈尊よ、我が上下宿法地仏は次のようにあなた様にお尋ねするように仰せになりましたと。釈尊よ、病や悩みは少なく、何事にも軽やかで安楽にお過ごしでしょうか。体の調子はいかがでしょうか。世間のことはうまくやり過ごされているでしょうか。多くの生きる者たちは導きやすいでしょうか。彼らはむさぼりや怒り、愚かさや妬み、物惜しみやおごり高ぶりにまみれてはいませんでしょうか。人々は部母に孝行せず、出家者を敬わず、
因果を無視した誤った見解や悪い心で目、耳、鼻、舌、身の五根より起こる情欲を制御できないようなことがないでしょうか。世尊よ、多くの生きる者たちはよく多くの悪魔の恩敵を降伏することができているでしょうか。久しい昔に入滅された多宝如来は七宝で飾られた塔と共に来られて法をお説きになられているでしょうかと。こう妙音菩薩は上下宿王地仏から預かった言葉を申し上げるわけです。この娑婆世界、我々の世界の人々は素直に仏様の教えに耳を傾けていますか。乱暴な生き方をしていませんか。ちゃんと孝行をし、出家者を敬い、情欲に振り回されてはいませんかと申し上げるんですね。ぎっくりですね。今の私たちにはとても反省させられる上下宿王地仏と妙音菩薩からの指摘です。さらに多宝如来様はお変わりありませんかとも妙音菩薩は問うたわけですね。すると釈尊は多宝如来に、この妙音菩薩があなたに会いたいと言っていますよと呼びかけます。すると多宝如来は、妙音菩薩よ、よくやってきたね。釈尊をよく供養し、また法華経の教えを聞き、文殊師利菩薩たちに会うためによくやってきてくれたんだねと、多宝塔の中からお答えになられるんですね。このあたりのやりとりは互いの親しい関係性が見えるようで、なんだかこう聞いているだけで幸せな感じを受けます。するとここで、化徳菩薩という菩薩様が釈尊に質問します。この化徳菩薩は文殊師利菩薩と同じく娑婆世界にいらっしゃった菩薩様ですね。この化徳菩薩が釈尊に質問をします。妙音菩薩はどうやってこのような立派な神通力を得たのでしょうかと。すると釈尊はこう答えるんですね。かつて雲来恩能仏という仏様がいた。この仏に対して妙音菩薩は12000歳にわたって10万種の音楽を供養し、数々の宝を捧げた。そのような由来で大変な神通力を得たのである。さらに言う、この妙音菩薩はただここにいるわけではない。数々の姿を現じて人々を導いているのであると、このように釈尊は仰せになられます。妙音菩薩は様々な姿を表して人々を法華経へと導いていると示されるんですね。で、実際にその数々の姿が示されていきます。大小様々な国の王様、帝釈天などの諸天禅師、男女の出家者、男女の在家の修行者、あるいは子供、時には人でない存在にも姿を変えるというんです。ものすごい力ですね。そしてこの妙音菩薩は前章でも示された現一切色心三昧という悟りを得ていることを釈尊は示します。これを聞いていた妙音菩薩についてきた八万四千の菩薩たちも同じくこの様子を聞いて現一切色心三昧を得るんですね。このように様々な神通力を使って法華経を説き示す姿、またそれによって多くの利益を得ていることを示して妙音菩薩は元の東方世界に戻っていかれます。そして上下宿王地仏に事のあらましをご報告して、この妙音菩薩本は終わります。なるほど、この章を聞いた人々は妙音菩薩のようになりたい、また妙音菩薩のように人々の力になりたいと思うでしょうね。あなたたちもどうぞ妙音菩薩と同じように法華経を行じなさいよと釈尊は示してくださっている、そういった章になるかと思います。ここで大事なことは、妙音菩薩は確かに多種多様な神通力を持っているんですが、それはすべて法を広めるための神通力ですね。それ以外のことに神通力を使うわけではありません。あくまで法を広めるために、衆生を導くための神通力なわけです。法華経というのはどうも功徳が大きいらしいぞ。法華経を信じればあれもできるようになるかな、これもできるようになるかなというようなことではこれはいけないんですね。そこを押さえておかないと、この法華経を信じると言ってもかえって迷ってしまうことになってしまいます。さて次回は観世音菩薩普門本第25になります。日本でも大変親しみのある観音菩薩様の登場でございます。では本日はこれまでです。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。